私には、自分を鼓舞するものが3つある。1、自分の小説。自作の一番ファンは自分。2、民族音楽。Chocolate latte, frappuccino, mocha toka. 拳を突き出すという動作を、極限まで洗練し、究極の美を宿したあの女の子。その拳は、音を置き去りにした。その女の子は、初めから輝いていたわけではなかった。裕福ではない家庭に育ち、いらないものを売ってお小遣いを稼ぐ日々。就是有一阵子很流行那个日本。ガラケーを手に入れたのに、壊してしまい、落ち込んだり。我的手机1万多块就这样。そんな彼女は2009年、南大鍵大学へサブウェイでアルバイトをしながら通い、大学生養牧という美人学生発掘番組に出演。对。突き刺すような塩対応は、氷山娘としてネット層の人気を獲得。就是比较不喜欢男生刻意就是讨好啊。モデル事務所に所属し、MV、CM などに抜擢される。体脂肪悄悄形成了吗？しかし、主に脇役、夢は痩せること。あの子に過ぎたせいで、最近じゃこちらの方が健康的に思えるな。エロい人にはそれがわからんのですよ。偉い人だろ。エロい人はむしろわかってるぞ。2010年、出る展示会動画は、彼女の初々しい姿を残す数少ない映像です。無名の割にだいぶ堂々としてるな。新人女性を対象にしたネット投票、アミロ10大賞前にて、第8位を獲得。根強いファンはいたけれど、10人中8位。綺麗だけど、なんというかお高く止まってる感じがして気をされちゃうな。本人もこの少し後、展示会には向いていないと語っています。あれ、随分ぽっちゃりしたな。仕事のために無理して痩せてリバウンドしたのでしょうか。マックス時の体重は 60kg、近距離パワータイプです。私の学校にもこんな、もう少し痩せれば可愛くなるのに、って思う子いたな。あんたって人は、痩せたら痩せたでお高く止まってるとか言うのに。彼女は大学院に進学、企業エリートを養成する経営マネジメント学部、課題をこなしながら研究を行う大変な日々。彼女は大学院へ進学してから、芸能活動を行わなくなった。2013年、あちらの大学は、在学中にあまり就職活動をしないらしい。卒業後は多くを経験、自分のスキルを活かせる場所を探す。
彼女もその例に漏れず、この年、未だネットで根強く応援するファンに、芸能活動再開を伝える。今度は随分痩せたな。1年奮起したんだろうな。Hello， 大家好，我叫圈圈。你曾经在哪一？现在成大附近的那个 Subway。この子はなんか、痩せるほどにクールガールになっていくな。本人曰く、緊張して変なことを言わないようにすると、こうなってしまうそうです。家では明るく活発なのに、外では気を張り詰めてしまう女の子は、意外と多いのです。難しいんだな。展示会が苦手なら MV や CM メインで行くのか？しかし、大きな仕事はなし。収入は安定せず、大学院まで出たのにまたアルバイト暮らし。的なことを多分言ってます。仕事が少ない彼女の体重は、リバウンドで爆発的に増加。無理しやがって。2015。チアリーダーオーディションを受ける。理由は毎月固定給がもらえ、実家に仕送りができるから。的なことを多分言ってます。今では海外男性まで魅了する、楊貴妃のオーディション結果は、落選。理由、ダンスができないから。もっともな理由だけどな。2016。2回目のチアオーディション、採用条件からダンス経験がなしになり、合格。去年はアリで大物逃したもんな。興味があったそういうチアリーダー。我那个时候只是想说，竟然还可以学舞蹈什么的。然后我就想说，ダンスの勉強というか、ダンスで痩せられるかもって考えたよな絶対。彼女にとっては黒歴史なのかもしれませんね。そんなことないぜ。自分を変えようと挑戦したことがかっこいいんだぜ。こうしてダンス未経験、野球のルールさえ知らない、笑顔が苦手で、塩対応のチアリーダーの、無謀とも思える挑戦は始まった。確かに、なんでみんな喜んでるかも分かってない感じだな。緊張も抜けず、うまく踊れない。表情も今より暗い。隣の人のダンスチラ見してないか？こちらは下積みの営業活動でしょうか。随分閑散としてるな。こちらは、プロトタイプ陳志豪です。緊張してる感じするけど、ミステリアスで惹かれるな。ちなみに棒読みちゃんでチンコたけしと入力するとデフォルトでチンコたけしになるようで、今私は驚いています。そんなの言われてもこっちも驚くしかないぜ。彼女は野球のルールを覚え、緊張しない平常心を心がけました。2017。いつもの。自身も27年間気づいていなかった、ダンスの才能が開花していきます。いいや、彼女を引き立てる才能が、ダンスにあったのでしょう。才能があったのか？私は彼女の動画をめっちゃ分析したので、間違いありません。こちらは2016年5月の映像ですが、胸を含めた上半身が重いため、バストアップが視点となり、代わりに腰はグイングイン。これが可愛いのにエロいという、美、オウムのです。体全体でバストアップを引き立てるのか。ぽっちゃりは美の才能になるんだな。ドラゴンボールメタル熱いな。いいダンサーは子供にも好かれちまうんです。あそこの空いてる席、今なら10万くらい余裕で出す人いるんだろうな。舞蹈叫做弹簧舞。彼女のあざなはたましたまえ。バネ前へ。弾む兄弟ってなんだ？ファッションシスターズだろ？決まってるじゃないですか。弾む兄弟といえば、これです。予想以上に弾む兄弟だった。ムチムチとは、痩せでもぽっちゃりでもなく、脂肪と筋肉の割合が美しいことを言うのです。言うべきではないことだけど、あの服の隙間とブラ紐に挟まれた肉は男の夢だよな。言うべきではないことだけど、男性なら10代の時に 200% ときめいたことのある夢ですね。無言になっちゃう。中毒性がやばいな。おお、セーフもタイムリーに見極めてるな。この弾むダンスにより、彼女の人気は上昇。とはいえ、まだまだ多くのチアリーダーの中の一人といった感じです。チアが楽しそうだと、見てる方も楽しくなってくるな。こちらはエナメン D の2018年バージョンですね。カメ子が増えたけど、もうあんまり緊張してないな。昔を知る人は驚いたでしょう。あのクールガールが、あんなに一生懸命に、誰かのために踊っているなんて。考えてみれば、胸が揺れるのを気にしてたら、綺麗に踊れないもんな。そうです。男性がときめく本当の理由は、ハンデに負けず頑張る、けなげな姿なんです。ああ、
女性の魅力に、胸の大きさは関係ないぜ。嘘つき。そこにあるだろって突っ込みたくなるな。両つべに投稿される動画は、海を越え日本の野球好きにも注目され、阪神タイガースとコラボ、甲子園球場にて、初の来日を果たしました。あ、これは緊張してる顔じゃないか？ 2 年前までダンス未経験の女の子が、外国で披露ですからね。2018年6月か。マジで幻のイベントだよな。なぜか海の向こうで絶賛され始めた彼女は、その話題性から、自国での活躍の場も増やしていく。もはやダンスも教える身だな。言うようになったわ。わかってないでしょ言ってること。これ知ってるぞ。ダンス対決に負けたのに、罰ゲームで台湾民間機の伝説ができたんだよな。体についたお札を取らなきゃいけないのに、なかなか取れない感じでしょうね。可愛い女の子が頑張ってる姿は、やっぱりときめいちゃうな。それがヒロインの条件なのでしょうね。まだ頑張るのか、すごいな。最初はエッチな目で見てしまうけど、だんだん本気で彼女を応援したくなるんですよね。ブラボー、エロかっこよかったぜ。兄と弟も元気そうだな。注目してることがバレてはなりません。ああ、あの子も恥ずかしいのをこらえて、頑張ってるんだもんな。しかし、毎回キャッチーなダンスや衣装には驚かされます。なんというか、これはダサカワというか、もう民族舞踊なのかもな。盆踊りとか、お祭りのような楽しさがありますよね。阪神のユニフォーム着てる。台湾での阪神コラボですね。初のソロ写真集撮影で北海道を訪れ、11月の WBSC プレミア12では、パブリックビューや東京ドームで彼女を見た、というツイートが広まります。おお、東京ドーム来てたのか。どこに彼女が現れるかわからず、探し回っていた人もいたみたいです。このツイートを見た人たちが拡散して、バズったのかな。そうかもしれないです。12月にヤングジャンプの表紙に載ったのも、11月の来日が影響しているのかも。1年前よりずっと朗らかだな。日本に親しみ持ってもらえて誇りだぜ。理由はわからないけれど、彼女の動画を見ていると、自然と笑顔になり、今日の、明日の希望が湧いてくる。彼女のあざなは、バネ前から日本爆公認つむじ風へと進化します。心がキュンキュンしてくるな。キュンとは、あちらの五感でプニプニとか、グミみたいな愛らしさを表すそうです。縄体を表すな。ダンスのできない女の子はいつの間にか、ダンスの女神となっていました。2020年。この年の初頭、ウプ主は彼女を知りました。結構最近なんだな。彼女のあざなは、超胸萌え女神チュンチュンゆあり可愛いマトレンタンイキューマ鬼ミザイ。可愛い顔と、悪魔のようなスタイルを持つ、とても巨乳な女神、にグレードアップ、上級覇王伝英団みたいになったな。相変わらず体張ってるな。忙しいだろうにすごい体力だ。お、調子に乗ってポーズ決めてきたぞ。本職モデルのプライドも忘れていません。今年は結構絞りに来てるから、リバウンドも楽しみになってくるな。お代官様、最近はバストだけではないのですよ。お尻も魅力的でキュンキュンしてるな。そういえば、よくしゃがむ時にバランス崩してたから、それを気にして足腰鍛えたのかもな。彼女の溝知りますね。前も後ろも注目されて大変だな。いっぱい踊っていっぱい食べる、この子はそれが本当に似合うな。もしかして、無理なダイエットをすると、ストレスでクールガールになるんじゃないか？蛋包跟蛋包饭咖喱那个炸猪排，柚子拉面，阿芙丽啊，アプリ。彼女が来日したら、おもてなしする日本スタッフは、ミシュラン3つ星以下は提供してはならない。冗談抜きで、昔の陽気って、そんな感じで国中が貢いでたのかもな。私は止まらない。
その理由はわからないけれど、彼女が応援するものは、すべてが輝くようになった。30歳で制服を着こなすぜ。お、パワプロだな。このクールガールは可愛らしいな。有了吧？ヨーロッパアウト、ヨーロッパチェンジ。活躍の舞台はさらに増え、ぽっちゃりする暇もないほど、忙しい日々になった。チュンチュンに仕事を与えすぎないでください。もともと緊張してなければ、これがあの子の素なんだろうな。両つべの話ですね。忙しいから仕方ないのだろうけど、公式チャンネルなのに、登録者がファンチャンネルの10分の1しかいないんだよな。大手ファンチャンネル、ラブキュン氏などは、気を使ってか、チャンネル登録者数を非表示にされてるみたいです。再生数はどれくらいなんだ？公式は総再生数が50万強ですね。意外と少ないな。ラブチュン氏は1億弱。ファンの200分の1の公式って、ある意味ギネスだけど、ファンたちも毎日撮影してるうちにどんどん技術上がってるからな。毎日 4K60 フレームですからね。日が暮れても輝度やホワイトバランスバッチリだし、プロでもあそこまでしないですよ。あの子の人気の半分はあの人たちが作ってるからな。笑顔が苦手で、ダンス未経験のクールガールは、子供から大人まで、誰もが知る、国民的芸能人になっていた。それでも、基本固定級のままだけど、とても忙しくなったけど、彼女は相変わらず、そこで踊っている。なぜならそれが、彼女の転職だから。今回は、知っているようで知らない、彼女の魅力を徹底分析。でも、いいところは宣伝し、悪いところには目をつむるでは、ゴリ押しステマになってしまう。よってこの動画では、彼女の裏表を、彼女に全然配慮せずお送りします。配慮っていうか、すでに十分失礼だぞ。さあ兄弟、ダンスの前に、死亡の虚像は十分か？チン死亡？アウトー。完璧なパイセンにも弱点があります。6月下旬に熱愛スキャンダルされてしまったのです。このナレーション、隠し撮りしといて、なんか煽ってる感じが不快だな。どこの国もマスコミはマスコミなのでしょう。引用してる身で言うのもあれだけど。台湾番組って、よくこういう下品な演出見かけるけど、ぶっちゃけそういう国民性、大嫌いだぜ。引用してる身で言うのもあれだけどな。こちらが熱愛相手、コウニことホアン・コンシェン氏。マスコミと違って優しそうなあんちゃんだな。高校時代にレイニーアンと付き合っていて、今も昔馴染みなのが有名です。レイニーアンって聞いたことあるけど、どんな人なんだ？歌手で言えば浜崎あゆみ、女優で言えば上戸彩です。そのレベルと交流持ち続けてるなら、同じくらいのレベルなんだろうな。人気急上昇中だっただけに、このスキャンダルは海を越える衝撃をもたらし、これからが躍進の時期なのに、胸が引き裂かれる。これから何を支えに生きていけばよい。相手の男は誰なんだなどの意見が出ました。みんなの意見のように言ってるけど、全部お前の感想だよな。外見だけでなく内面も評価されていたことや、高校生にも見えてしまうルックスが、かえって裏目に出たのかもしれません。恋人はいないと語っていたのも、嘘をついたと捉えられてしまったようです。芸能人なら口止めされるだろう。アイドルってわけじゃないし、30歳だし、恋人くらいいていいと思うけどな。彼女の場合、案外隠す必要もないのかもしれません。こちらのファン・ホンチェン氏、若い頃はアイドル、現在はバラエティで活躍、日本で言えばTOKIOとかSMAPみたいな、国民的スターです。確かに城島感あるな。城島が好きな子はポイント高いぞ。偉いな言ってないし、そっちの男性は共演者だぞ。好き役のタイプだな。あの子もプライベートでは一人でずっと喋ってますか？若い頃はケインコすぎだな。こちらは7年前の PV、彼が29歳の時のものです。おう、あの子より7歳も年上なんだな。高校生から芸能活動を始めてるので、あの子が中学生の頃には、すでに人気アイドルな感じでしょうね。じゃあ、あの子は中学生の時から、ずっとテレビとか雑誌で見てきたんだな。うちは持ってライブとか行ったこともあったりしてな。木村拓哉がおにゃんこクラブの工藤静香のファンだった感じですね。裕福ではない家庭、サブウェイでアルバイトしながら大学に通う、ぽっちゃりこ女小女子が、誰もが知る国民的スターと結ばれる。実はこれ、かなりのシンデレラストーリーなんです。日本だとあの子しかわからないが、相手男性の方が全然有名だったんだな。
そんな報道から1ヶ月後、噂の彼はバーサス楽天モンキーズ、中心兄弟ホーム戦で、始球式に登場、メディアも大注目。城島いい笑顔だな。城島めっちゃ腰低いな。私は思いました。どうして傷口をえぐるようなゲストを呼ぶんだ、お前の顔なんか見たくない。そう思う人もいるだろうけど、よくそれで隠す必要はないとか言えるな。そんな彼はスタジアムで歌を披露。腰は低いのにパフォーマンスは堂々としてるな。ふぅ。教えて、くれ。空耳だな。彼はインタビューで、ファッションシスターズは全員妹みたいなもの、とコメントしました。シスターズがみんな義妹。彼女とは結婚を考えた真面目な付き合いである、という、告白にも取れます。そういう意味なのかもしれないが、そっちのシスターズじゃないよな。変ですか？変っていうか、その図いるか？でも、城島だとなんか違うかなって。もっと違うぞ。もう何を表してるかすらわからないぞ。私はふと、自分が彼の立場だったら、と考えました。注目される時期。囚人監視の真ん中。カメラやネットの向こうにはたくさんの人々。海の向こうからも、自分を敵視するような、日本語にウリエル子が見ている。ボールダウンしてんじゃねえよ。マープ主も、音毛でシルク王と名乗ってた時は色々言われたからな。はい、1on1トーナメントが開催された時は、緊張で吐きそうでした。散々自分がナンバーワンだとネット弁慶していたので、出ないわけにもいきません。優勝したのか？当然です。できないなら最初からナンバーワンなど名乗らないってもんですよ。さっきは吐きそうって言ってたがな。きっと色々言われるだろう。失敗したらどうしよう。仕事や人気に影響するかも。誤解を受けるかも。緊張すると思います。怖いと思います。けれど、彼も逃げなかった。彼もというか、彼はリアルワールド、お前は仮想空間だぞ。彼女もよく踊るその場所で、彼は彼女と同じように、観客を盛り上げた。世界の中心で、ファッションシスターズは妹のようなものだと叫んだ。うまいこと言ったな。何か言えば誤解される状況でも、黙っているものを好意的に見る者はいません。どんな仕事も、最高のパフォーマンスで応える、それがエンターテイナー。楽天側も、大スキャンダル中の二人が向こうにいたら、勝てねえ、と思ってしまうでしょう。確かに、国民的スターが始球式出れば、観客もいっぱい入って利益になるな。球団にも迷惑かけてしまったあの子の、球団からの印象も良くなるな。もしかして、彼がやたら腰低かったのも、彼女のことをよく思って欲しかったからか？この日の試合は乱打戦となり、10対5で中心兄弟が勝利。そして陳志豪が、なんと、まさかの2打席連続ホームラン、5打点を挙げる大活躍で、MVP に輝きました。この動画見てる人そこ気にしてないし、まさかの、手つけるのはよしてやれ。はい、私も、まさか本当に、そんなことが？そう思ってもう一度名前を確認したら、陳志豪ではなく陳志豪選手でした。ああ、まさかとは思ったが、まさかだったか。彼女はこの件についてノーコメント。普段と変わらず仕事をこなしました。ほんと、余計なことは言わない子だよな。普段通りというか、普段より一層明るく見えるな。ここで、彼女の置かれた状況も整理してみましょう。いや待て、彼女のっていうか、映ってるの陳志豪選手だぞ。MVP まで取ったのに、人違いされたままでいいって言うんですか？そんなだから我々は、日本語2個とか言われるんですよ。勝手に出したのも間違えたのもお前なのに、ちゃっかり我々とか言ってんじゃねえぞ。彼女は子役でも、大物女優でもなく、急に有名になった反一般人。クールガールでそうは見せませんが、自分がどんどん有名になることに、戸惑うこともあったでしょう。そんな中で初のスキャンダルか。不安でいっぱいだったろうな。例えば、彼女が出演していた恋愛ドラマ、同居世代、報道後は畳みかけるようにストーリーが進み、以後更新されていません。打ち切りって邪推もしちゃうな。芸能人のスキャンダルとは、企業や関係者に迷惑がかかり、自分が気にしなければよい、というわけにもいかないのです。そして、相手がスマップやTOKIOとなれば、結構な数の女性も、敵に回したのではないでしょうか。男からは裏切り者扱い、女も敵に回したら、世間は敵みたいなもんだな。忘れてしまいがちだけど、スキャンダルなのはファン・ホンシェン氏も同様。国民的俳優だけに、ダメージは彼女以上だったかもしれません。コンビニで飯とか買って、早く会いたくて小走りしてるんだろうな。ウプ主も遠距離恋愛の彼女いた頃、こんな感じだったよ。そんな彼が、囚人監視の真ん中、堂々とパフォーマンスを見せるんだ。恐れなくていいんだ。芸能人の先輩として、スキャンダルされた時の手本を見せてやる、そう言わんばかりに。あの子にとって、大きな励みになっただろうな。彼女は終始ノーコメントでしたが、試合後にこんな映像を投稿しています。映像じゃなくて写真だが、
元ネタサイトにそう書いてあったんです。あの子も、国民的スターに見合う自分になろうと、頑張ってるのかもな。二人の出会いのきっかけは、この番組と言われています。撮影場所はカンボジアですね。打到人家胸部了。OK，旁边等待一下，这样刚好。哎，啊对了对了对了，啊对了对了。容赦なく芝くな。オープニングでは良い感じに紹介してくれて、ポーズまで決めてたのに。城島も決めてるぜ。彼女も、まさかこんな過酷な企画と思っていなかったかもしれませんが、彼女にオファーが来るということは、そういうことです。インタビュー一つでチヤホヤしてくれる日本とは違うぜ。言葉も通じぬ南国で、協力してミッションを乗り越え、二人は惹かれ合っていくのか。まるで映画みたいですね。バラエティだけど、めっちゃロマンチックだな。この対決は、言った数と出したカードが合ってたら足でポンする感じですね。完全に出遅れてるな。みんなが動いたから動き出したって感じだ。隣の人のダンスチラ見してるからだぞ。彼女は近距離パワー型でも、スピードと精密動作性はエコーズ並みです。罰ゲームは、虫とカエルを食べる、です。さすが罰ゲームの女王、罰ゲームに愛されてるぜ。まずは前菜のカエルです。スルメみたい。続いて、多分セミの幼虫。幼虫あたりまではバラエティではよく聞く話だな。ウニみたい。お待ちかね。ゲンゴロウ、うわ、アペイ君ならバット持ち出すレベルだな。普通に言った。これは余裕がなくて、クールガールが発動してるな。テルハシさんがラーメン食べてたシーンを思い出しますね。オップ。そういえば、インタビューでも完璧って言われてたな。体型は千代ちゃんかメラさんだけどな。つまり彼は、この大股開きで虫を食う姿に惚れたのです。違うと思うぞ。こんな大股開きで、虫を食う姿に惚れるなんて。こんな姿に惚れるなんて。対戦で獲得したお金で、夕食をゲットしているようです。まともな食べ物目にした途端、今日一で目が輝いてんじゃねえか。ここで登場、エビです。エビ見てにやりとしたぞ。エビを気にしながら別のもんも食ってるぞ。いいえ、隣の彼も狙ってますよ。パイセンは虫も食うし男も食う女だぜ。たった一日で、もう息もぴったりだな。あの子の隣の男性が、あの子にずっとエビの殻剥いてて、彼が心配性だな、というシーンなのだけど。ああ、そんなこと気にしてる時点で、絶対気にしてるよな。本当は自分が剥いてやりたいんだぜ。でも、あの子だけをひいきしてはいけないとも思ってるから、こんな複雑なセリフが出てくるんだよな。男あるあるだぜ。こちらはスキャンダル後のバラエティです。また罰ゲーム当たってるな。彼女のあざ名は心理あり鬼、心に鬼がいるからだよ、にチェンジ。デリケートな時期に球場には呼ぶし、バラエティではいじるし、ほんと容赦ないな。国民的女優とかなら配慮されるでしょうけれど、彼女は一回のチアリーダーですからね。人気バラエティがいじるってことは、世間がそれを望んでるってことだからな。やっぱり頼れるのは彼しかいないな。しかし、そんなに嫌そうでもないですね。女の子は恋がうまくいっていれば、何でもバネにして、待っちまうもんなのさ。彼女が彼を応援し、彼も彼女を支える、今後の二人の関係はわかりませんが、二人は理想的なカップルなのでしょうね。ここまでウプ主の推測だぜ。事務所は交際を否定しているぜ。これから彼女を知る人は、こんな恋愛の行方に注目してみるのも、楽しみになるでしょう。ああ、女の子たちが憧れそうな、シンデレラストーリーだもんな。私は全然楽しくないですけどね、その一言でぶち壊しだよ。家にいる時とか、こんな感じなんでしょうかね。おお、いいな。私もこんな、安心できる感じの伴侶が欲しいな。スキャンダルに負けず、今後も活躍してもらいたいですね。
まだまだ知らない人はいっぱいいるもんな。彼女にはもっとたくさんの人に勇気を与えてあげてほしいぜ。あなたは、コミュ障、という言葉をご存知でしょうか？人と喋れないもの、と思われがちだけど、その実態は、いろいろ喋ってしまう人です。緊張するとわけのわからないことを言い、相手を不快にしてしまう。だから喋らないようになり、喋らないと不愛想とか、塩対応なんて言われてしまう。どうしたらよいかわからず、ますます喋れなくなってしまう。彼女にもそんな傾向が見られました。人はみんな、コミュ障なのかもな。でも、彼女は恐れず、笑顔が必要なチアの仕事に挑戦し、今では対応の難しい、海外からもインタビューにも、果敢に臨んでいます。このインタビュー動画、めっちゃ印象いいよな。かつて氷山娘と言われていた彼女は、余計なことは言わず、けれど丁寧な説明で、礼儀正しく、明るく振る舞い、より良いパフォーマンスに挑戦したのです。何年か前までサブウェイでバイトしてた女の子なんて、きっと誰も思わないな。私たちは誰でも、心の中でこう思っています。努力なんて無意味でしょ。結局才能でしょ、家柄でしょ、遺伝でしょ。生きていくだけで大変なのに、これ以上頑張りたくない。でも、心の奥底で、ほんの少しだけ、こうも思っています。挑戦とは大抵の場合、格上が相手です。頑張っても、努力しても、失敗がほとんどです。挑戦することは、誰でも怖い。学校に、会社に、一歩を踏み出したくない。でも、彼女の映像を見ると、頑張る気持ちが湧いてくる。それは、仕事も少ない、お金も少ない、ダンスもできない、60キロのぽっちゃりで、コミュ障の、どこにでもいる女の子が、去年より、昨日より、より良くなろうと、今、体を張っているからです。ダンスという世界共通語で、踏み出せない者の手をつかみ、引っ張ってくれるからです。同じ曲、同じダンスを毎日見てしまうのは、彼女が毎日挑戦しているからです。そう言いながら、お前が注目してるのは、日々の体型変化ばかりだけどな。頑張る人が幸せになるから、みんな、頑張ることに、希望を持ち続けられるのです。ああ、頑張ってる人には、幸せになってほしいな。挑戦し続ける女の子に与えられたシンデレラストーリー。12時を迎えてスキャンダルされるも、王子にはガラスの靴を持って、迎えてあげてほしいですね。あくまでウプ主の推測だからな。事務所はいいお友達としか発表してないから、注意してくれよ。この動画で紹介しているファン・ホンシェン氏が、9月16日、心臓疾患により亡くなられたと発表されました。プロ野球チーム、中心兄弟チアリーダー、ウーハンチュン氏は、インスタグラムに彼の寝顔を写す写真と、返信不能のメッセージを投稿しました。誤訳もある点に留意し、ご覧になってください。
文章中の、良いお友達、とは、事務所から発表されていた、二人の関係性です。ウーハンチュン氏は熱愛報道について、今までバラエティ番組などで問われても、ずっとノーコメントを貫いていました。メディアがホアン・ホンチェン氏の死を一斉報道する中、亡くなったその人は、自分の恋人なんだ、そんなことさえ発信できない立場だったために、約束を破って交際宣言に至ったのだと思われます。多くの人々が彼女から勇気をもらっていた、その多くの部分は、ファン・ホンチェン氏と彼女が、支え合っていたから生まれたものです。大切な人がいることは、弱点ではありません。大切なことです。多くの人々に愛された国民的スター、ホアン・ホンチェン氏に、陰ながら本動画と、哀悼の意を捧げます。ウーハンチュン氏は16日以降、すべての仕事をキャンセル、食事、睡眠もまともに取らず、ただ泣いていたそうです。19日から3日間の間、計24時間を個人の遺体がある霊堂で過ごし、今後のスケジュールは調整しなくていいと、マネージャーに復帰の意思を語ったそうです。元旦开放最终日，黄鸿升女友君君陪了小鬼快6个小时，真的。ご視聴くださった方へ、ちょっとだけ、お願いをしたいのですが、構いませんね。みんなに勇気を与えるチアリーダーであり、今、支えを失ってしまったチュンチュンを、応援していただきたいのですが、構いませんね。ああ、皆まで言わずともわかります。あなたはそういう、ナイスガイですもんね。ああ、悲しんでる女の子を応援してあげるなんて、かっこいいぜ。では、ご視聴ありがとうございましただぜ。ご視聴ありがとうございましただぜ。